His face was flat and cold, devoid of any emotion. お見事だよ、純平君。確かに君の言った通り、私は今9番のバングルを持っている。入手したのは抜き取られたレッドの基板を全員で捜索していた時だ。あの時担当していた個室からこっそりと抜け出してね。で B デッキの一等船室へと私は向かったんだ。His voice showed no emotion, no sense of remorse or interest. It was almost bored, as though he were reciting an especially dull corporate letter. 目的はもちろん9番のバングルを回収することにあった。このノナリーゲームにおいて9はオールマイティーな存在。どんな数字に9を足しても最初の数字根は変わらない。1 plus 9 equals 10, 1 plus 0 equals 1. 2 plus 9 equals 11, 1 plus 1 equals 2. 3 plus 9 equals 12, 1 plus 2 equals 3. つまり9はとても使い勝手のいい数字ということだ。その番号が割り振られたバングルを持っているだけでこのゲームをかなり有利に展開することができる。だから私はそれを手に入れるために一等船室へ向かったんだ。そして私は9番のバングルの回収に成功した。さらにそこで思いがけぬ収穫があってね。そう、あの男が所持していたナイフ、あれを手に入れることができたんだよ。私はそれらを回収し、速やかに一等船室を後にした。そして階段を降りて担当の個室へ戻りかけた時、私はニルスの、いや実際には別人らしいが、その男の後ろ姿を見つけた。どうやら大病室の方へと向かっているらしいと気づいた私はその男の後を追った。ニルスの服を着たその男は3の扉の前に佇んでいた。私は彼のもとへ歩み寄り、その背中に向かって声をかけた。ニルスとね。男は振り返った。こうけたように開かれた口からはいかなる言葉もこぼれては来なかった。意識が朦朧としているらしい。まるで無遊病患者のようだった。何か睡眠薬のようなものでも飲んだのだろうか。その程度の疑問は浮かんだがすぐに消えてしまった。その男のことを完全にニルスだと思い込んでしまっていた私はこう考えた。こいつは9年前のノナリーゲームのプレイヤーだ。もちろん顔なんて覚えてはいないが、目が見えないという特徴を考えればそのことは自明だろう。だとするとこいつは私のことを恨んでいるに違いない。にもかかわらずどうしてこいつは今まで私に何も言ってこなかったのだろう。接触を試みるような素振りさえ見せていない。目が見えないから私のことに気づいていないのだろうか。あるいはこいつはゼロの仲間か何かで私のことをたばかろうとしているのだろうか。いずれにせよ私の過去を知っている人間がいるのは脅威だ。こいつが何か仕掛けてくる前に処分しておいた方が無難だろう。私はすぐに行動を開始することにした。9番のバングルをレッドにかざし、続けて自分も認証を済ませてから最後に男の腕を掴んで少々強引にスキャナーパネルへ、そして開け放たれた3の扉の奥へと男を蹴り込んだのだ。その9秒後、扉は自動的に閉鎖。
さらに81秒が経過し、The man inside the door passed away. It's an awfully pleasant way to say he blew the fuck up. その後、私は何食わぬ顔をして担当の個室へと引き返した。そして午前1時の時報を耳にして、この大病室に戻ってきたというわけだ。Ace's eyes were cold, and his cheeks were hollow and pallid. When he spoke, only his lips and tongue moved. The rest of his face was eerily still. Junpei glared at Ace. He took a deep breath and thought about the next question he had to ask. He didn't want to. He knew what the answer would be. He just didn't want to hear it. Junpei swallowed, then spoke. 一宮、四つ葉を殺したのも。その通り。どうして、なぜ殺した？あいつはニルスの妹だ。ニルスから何か聞いてるかもしれない、そう思ったんだよ。それにあのガキは1の扉に入ってしまった。ということは、もしかしたらあれと接触してしまったかもしれない。あれ？あれはあれさ。なんなら1の扉に入って見てきたらどうかね。おそらくどこかに隠されているはずだ。Seven and Lotus interrupted. 俺とヤシロだって1の扉には入ったぜ。ええ。だけど特に怪しいものなんてなかったわ。だろうな。大階段の前で報告を聞いた時からそうだろうと思っていたよ。君たちはあれを見つけられなかったんだ、多分。だが四つ葉は違うかもしれん。さっきも言った通り、四つ葉はあれと接触した可能性があった。だから私は死に物狂いで彼女を探したんだ。やがてたどり着いた場所は一等船室。私は彼女のもとへ近づいていき、穏やかな声色で尋ねた。君はあれに会ったのかね。あれって何？とぼけるんじゃない。船長室で会ったんだろ。さあ、何のこと？うん、分かった。いいだ。ところで四つ葉、こんなところで何をしてる？何って別に。靴の先に血がついてるな。つい最近ついたもののように見えるが。9番の男の死体でも見に行ったのかね。なるほど。答えないということはどうやら四つ葉、君が気づいてしまったようだね。あの男のバングルがなくなっていることに。Clover ran. She made for the exit, but Ace stood in her way. 逃がして！ He caught her by the collar as she passed and threw her to the floor hard. 正しくしろ！ She leapt back up and darted past him into the hallway. Ace followed at a run. 当てこむすれ！ He was faster. これが四つ葉殺害の経緯だ。 You're a terrible person. His face hadn't changed. If he felt guilt or remorse or anything one might feel after taking the life of another human being, it didn't show. As I said, he's a terrible person.
Right? Seven's whole body trembled with rage, and his voice rumbled with hate. Santa's eyes were bloodthirsty, and Lotus and June's face were contorted with anger and hatred. Ace looked at them and smiled. It was a cold, cruel thing with no humor in it. He shook his head and sighed. とにかく私の負けだ。乾杯だよ。だが順平君、勘違いしないでくれたまえよ。私は君に負けたわけではないぞ。私が敗北を喫した相手とはゼロだ。今思えばどうしてこんな分かりやすい罠にはまってしまったのかと自分でも呆れるほどだよ。そう、これは罠だったんだ。私はまんまとゼロの術中にはまり見事に踊らされてしまったんだ。シャワー室で殺された男、S音やらが何者なのかはわからない。だがとにかくあの男にはニルスの服が着せられていた。さらに抵抗を封じるためか睡眠薬らしきものまで投与されていて、おまけにレッドには抜き取られたはずの基板が突き刺さっていた。どう考えてもゼロが全てを仕組んだとしか思えない。私にあの男を殺させるようゼロがお膳立てを整えたんだ。つまりゼロには全てお見通しだったというわけさ。私がいずれ9番のバングルを回収するであろうことも、ニルスに対して殺意を抱くであろうことも全部が。 Suddenly, Junpei remembered the paper he'd found in the safe. He remembered the last words Zero had written on it. I must punish them for the innocent lives they sacrificed. This is the only warning they will receive. That innocent souls might be saved, I now state the truth. Zero. He wanted you to kill them. He was trying to get rid of you as well. That innocent souls might be saved. Zero's trying to help us, not you. And he remembered other words. Words he'd heard from Clover. 多分ゼロはこの中にいると思う。One by one, Junpei looked at the 5 people standing in front of him. Ace. Santa. June. 7. Lotus. ゼロ。いや、待て。もう一人いる。ニールス。シャワー室で爆死したのは彼ではなかった。つまりニルスはまだ生きている可能性が高いってことだ。ならニルスがゼロだということだって十分考えられる。 Doubtful. Highly doubtful. If he was Zero, he would not have allowed Clover to die. もしかしたらニルスは自分が死んだかのように見せかけるためにSOに自らの服を着せたのかもしれない。ニルスは今どこにいるんだ。どこかで俺たちの様子を伺い朝笑っているのかもしれない。目ではなく耳での誤差。あるいはさてと、これで私の告白は終わりだ。そろそろ移動しないかね。He sounded as if he'd just finished doing nothing more exciting than describing the weather. The fuck, man? Really? You just admitted to murdering people and you think we're gonna take you with us and trust you for puzzles? Fuck you.
For Santa, it was the last straw. 何を寝ぼけたこと言ってんだ。てめえなんざ置き去りにしていくに決まってんだろうが。なぜ私が四つ葉を殺したからか。バカバカしい。理解できんな。あんなクソガキ一匹殺したぐらいで何をそうムキになる必要がある。ただの他人じゃないか。ほんの数時間前に会ったばかりの。そうだろ。 It doesn't matter if it's a stranger, if someone you've known your whole life. You still killed a person and admitted to us like it was like nothing more than you swatting a fly. No. Seven roared and lifted a fist that would likely have shattered Ace's jaw. But someone else was faster. It was Lotus. She stepped toward Ace, raised a fist of her own, and drove it straight into his nose. いきなりグーとは、はあ、いい度胸してるな。だが嫌いじゃないぜ、お前みたいな気の強い女は。What kind of crazy kinks you got going, man? I don't want any of it. He sniffed and wiped a small trickle of blood from his nose with a raised eyebrow. だったらもう一発お見舞いしてあげましょうか。いや、その前にもしかしたら私の方からも一発ぶち込ませてもらうことになるかもしれん。え？ Lotus scarcely had time to blink. Ace snaked his arms around her and pulled Lotus's back up against him. In the same motion, he reached into his coat pocket. Ah, fuck, he got a gun. It was a gun. The revolver, no. Almost lazily, he tilted it to point at Lotus's head. Oh no, there's a gun. That's not good. He gonna blast our brains out. That's not good. いいか、指先一つでも動かしてみろ。私は迷わず引き金を引く。もうすでに二人も、いや、三人も殺してるんだ。ためらうことなど何もない。三人ってどういうことですか？いいだろう。この際だから教えてやろう。実は9番の男を殺したのも私なんだよ。まあ、正確に言うと爆死するように仕向けただけだな。最初に大海岸の付近を探索していた時、あの男はこっそりと私のそばに近づいてきて自らの名前を名乗ったんだ。その名前には聞き覚えがあった。私は奴のことを知っていたのだ。そのことに気づいた私は奴の耳元に向かってこう囁いた。どうやらデッドの設定が変えられているらしい。一人で認証を行ってもバングルの起爆タイマーは停止できるようだ。後で落ち合おう。お前は先に5の扉の向こうを調べておいてくれ。 What I want to know is why he believed that. How would he know? First of all, I don't think you've ever come up to a dead before you even hit. No one knows what the red or the dead are, aside from, you know, those two anyway. And then they've never even come across one as of yet. So why would he, how would he know that the settings have been altered? Like, I don't see why he would, you know, believe him. とね。そしてそれじゃあ皆さんお達者で。僕は一足お先に失礼させてもらうことにするよ。なんでだ、なんで止まらないんだ。話が違うじゃないか。開けてくれ、開けてくれ、頼む。助けてくれ、ここから立ってくれ、立ってくれ。もうダメだ、時間がない。聞いてくれ、僕は騙されま
The sounds get me every time. あの男を始末した理由は4つある。 One. まずこのノナリーゲームにおいて Q がオールマイティーな存在になることはさっきも言った通りだ。そんな都合のいい存在を生かしておいてはいずれ脅威にもなりかねない。そこで私は奴を序盤の段階で排除しておくことにしたのだ。 Two. そして同じくさっきも言った通り、私は9番のバングルを欲していた。それが手に入ればこのゲームを有利に展開することができるからだ。そのためには奴に死んでもらわなければならなかった。これが2つ目の理由になる。 Three. さらに番号云々を抜きにしても、私にとってあの男の存在は邪魔者以外の何者でもなかった。あの男は私の過去を、9年前の出来事を知っているからだ。そのことを他の者たちに告げられる前に早めに始末しておく必要があった。 Four. 最後の動機はテストのためだ。このノナリーゲームが本気なのか単なる悪ふざけなのか、私はそれを確かめたいと思った。そこで奴がルール違反を犯すように仕向け、その結果を見ることにしたのだ。 Junpei glared at him. 3番目の動機だけ、一体9年前に何があったって言うんだ。だから言っただろう。ノナリーゲームが行われたんだよ。私が企画して行わせたんだ。なぜ？目的は何だ？さあな、そこまで教えてやる義務はない。 Ace smirked. He was trying to provoke them, and it was working. Although Ace had paid very little attention to Lotus after catching her, the gun had never wavered from her temple. She looked quite pale, and when she spoke, her voice shook. ねえ、何なのよこの銃は。一体いつの間にこんなものを。サンタ教えてやってくれ。 Santa ground his teeth and glared at Ace. 6の扉の先、あの貨物室の棺の中にあった銃だな。俺たちが目を離してる隙にこっそりと抜き取ったんだろう。その通り迂闊だったな。置いていくなんて言い出さなければよかったもの。 Ace laughed a short, derisive snort and gave Junpei a sickeningly pitying look. さて、時間がない。そろそろ私は失礼させてもらうことにするよ。どこに行くつもりですか？決まってるだろう。わからないのかい。私は9番のバングルを持っている。そして今ヤシロの体を手に入れた。 9 plus 8 plus 1 equals 18. 1 plus 8 equals 9. 確か礼拝堂みたいな場所に9の扉があったとかなんとかって言ってたな。そこに向かうつもりか。ああ、よく知ってるな。さっき四つ葉を捜索してる時に聞いたんだよ、サンタから。なるほどね。まあ、とにかくそういうわけだから、君たちとはここでお別れだ。あった、さっき言ったこと忘れるなよ。少しでも動けば私は迷わず引き金を引く。いいな。 As he spoke, Ace began backing toward the door, practically dragging Lotus behind him. このままじゃ逃げられるぞ。だが奴は本気だ。 Junpei, Santa, June, and Seven stood frozen. Ace had the face of a man gone mad. They had no doubt he would pull the trigger. Ace had reached the exit. さあ、ヤシロ、私に代わって扉を開けてもらおうか。He forced Lotus to open it, then turned and addressed them once more. それじゃあな。 Then he stepped through the door.
It fell shut. In the blink of an eye, they were gone. As soon as Ace and Lotus were gone, Junpei and the others leapt for the door, in pursuit of Ace. As soon as Junpei laid his hand on the doorknob, there was a noise behind him. June, I swear. Slap, slap, and more slap. He looked over his shoulder. June was kneeling on the floor, breathing heavily, I swear. おい、どうしたんだ紫、しっかりしろ。 Santa ran to June and wrapped his arms around her before she could collapse all the way. すごい熱じゃないか。大丈夫か？ June's fever had returned, again for no apparent reason. Her eyes were watery and her eyelids drooped. Her breath came in dry, shallow gasps. 大丈夫です。私なら大丈夫ですか？それよりもヤシロさんを。 She was breathing hard now, and she could barely summon the strength to talk. いや、でも。 Junpei was torn. He couldn't leave June alone in the state she was in. But every moment they waited, Ace was farther away, Lotus's life in his hands. What was Junpei supposed to do? June's eyes drifted to Junpei's. She managed to muster a weak smile. 純平君、私のことなら気にしないでください。ちょっと休めばきっと。ほら、さっきだってその前だってそうだったでしょ。だからお願い、ヤシロさんを、彼女を助けてあげて。あの一宮のことだ。おそらく用済みになったらヤシロのことを。くそ。順平、セブン、先に行っててくれ。紫が回復したらすぐに後を追う。だから。 Junpei looked at June. She nodded once. She couldn't manage much more. But it was all the confirmation Junpei needed. His resolve was set. よし、わかった。行こうセブン。一名の後を追うんだ。おう、了解だ。サンタ、紫のこと頼んだぞ。ああ。 Santa nodded. Junpei turned before he had a chance to change his mind and started running toward the door. He could hear Seven's heavy footsteps behind him. よし、それじゃ行こう。 Junpei and Seven exploded into the hallway, their feet pounding the metal floor as they ran. Junpei and Seven had finally arrived at the church, exhausted and out of breath. As their lungs struggled to catch their breath, their eyes frantically scanned the room. 一宮とヤシロは見当たらないな。先に進んじまったのか。 He reached up to wipe a palmful of sweat from his brow. かもな。 Even as he spoke, Junpei was already on his way to the larger of the number 9 doors. レッドを確認するぞ。 Display panel read vacant. He spun around and headed toward the smaller door. This read would tell him if Ace and Lotus had moved to another room. ゲージと入室中。つまり一宮とヤシロはこっちの扉から入ってったってことかい。らしいな。 Junpei and Seven stepped away from the door. They retreated to the center of the room and began to talk. どうするよ。どうするも何も。あっちのでかい方の9の扉は確かに残ってる。だが二人じゃどうにもならねえしな。そうだ。
第一俺たちの数字根は9じゃないし。 Just then, as they were pondering what to do next, there was a noise. A noise like someone hitting a thick wooden panel. なんだ、何の音だ。 Junpei looked up, surprised. Seven followed suit, his eyes jumping around the room, looking for the source of the sound. あの辺りから聞こえてきてるな。 It wasn't long before they found the altar. Or more precisely, what was on it. 棺だな。開けてみよう。どうやって？力ずくで。無理だろ、どう考えても。試してみなきゃわからないだろ。成功の唯一の条件は99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだ。どれの言葉だよ。忘れた。 I forget. いいからとにかく試してみようぜ。 Junpei and Seven leapt at the coffin. They grabbed hold of what purchase they could find and pulled. ほらな、やっぱりダメだろ。そう簡単に開くんだったらこんなもんついてるわけがねえんだよ。 Seven pointed at a keypad on the side of the coffin. ここに番号を入力しないと開かない。そういうことか。 Oh my gosh, stop! Just sends shivers down my spine every time. The noise hadn't stopped. In fact, as it continued, it had only gotten louder and more forceful. What were they supposed to do, Junpei wondered. 何か手がかりになるようなものはないのか。 They stood there for a few moments, staring at the coffin, and then Seven spoke. なあ、順平。お前、一等船室のバスルームの前で妙な数字をつぶやいてたよな。あれって、四つ葉が持ってた暗号文を解いたもんだろ。真実は去りとかなんとかっていう。ああ、そうだが、それが。もしかしたらその数字がこの装置の暗証番号になってるんじゃねえか。いや、セブン、それはありえないよ。あの数字はクローゼットの中にあった金庫を開錠するためのものだったんだ。だがあの金庫もこの棺も用意したのは同じ人物。ゼロだろ。ああ、おそらくな。だったら同じ暗証番号を設定してるかもしれねえじゃねえか。そんなバカな。念のため試してみたらどうだ。無駄だよ。同じなわけない。 You've wasted more time arguing about it. I mean, you could have just put it in. It could have said, look, error, and then you could have gone on your way. You can't do anything in this room. You can't go through the 9 door with just 2 of you. Neither, and beside the fact that you don't make 9, even if you could go with just 2 of you. So, I mean, you're just wasting time by with arguing about it. So, なんで言い切れんだよ。やってみなきゃわかんねえだろうが。成功の唯一の条件は99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだ。誰の言葉だ。お前の言葉だよ。eh. 分かったよ。 He knelt down in front of the keypad and looked at it.
Perhaps because he had repeated it so many times before, the numbers came easily to Junpei's mind. 143833421. Quickly, he typed them in. 143833421. He checked that he entered the right numbers, took a deep breath, and pressed the E button. It only took a moment. マジかよ。 There was a click. And with a heavy clunk, the lid of the coffin slid off onto the floor. Someone sat up from inside.